こんにちは、もとこです。本日ご紹介するのはこちら。こちらのハイネックのカーディガンの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、見ての通り糸を引き揃えて編みました。キーティのコード、沢田糸さんの小鳥という2種類のコットンの糸を引き揃え、プラス最近発売したキーティのリンヌンラタっていうラメ糸を引き揃えて、キラキラの編み地に仕上げました。で、コットン2種類。コードが結構ナチュラル、光沢感のあるコットンなんですけど、ナチュラルな雰囲気のある、ちょっと甘寄りのコード。で、すごく綺麗なテープヤーンですね。沢田さんの小鳥はテープヤーンで結構上品な光沢のある、しかも綺麗なレモンという色の結構ビビッドなお色を引き揃えて、で、その2色は結構同系色にして、プラスブラウンのラメでこんな風にメランジっぽく見えるように仕上げました。なんとおしゃれ。この見え方がなんともおしゃれに仕上がったんじゃないでしょうか。そして、デザインのポイントですね。デザインのポイントはまず身頃がこんな風な柄編み。ちょっと丸くね見える感じのこういう感じの柄編みで、袖は長編みで仕上げました。結構ね、このコントラストがすごく可愛いのと、10号針、10号針ってこの辺から身頃を編んでるんですね。なんで結構ザクザクっと編むんですけど、この柔らかい感じが、すごくシンプルな編み地で引き立たせてくれて、すごくいい感じです。で、袖口と、裾とリブ、襟ぐりがリブ編み。これ全部かぎ針で編むリブ編みなんですけど、こんな感じで結構自圧になって、しかもなんていうんですか、アクセントにすごくなりますね。かぎ針のリブ編み。めちゃめちゃ可愛く仕上がったんではないでしょうか。で、デザインのイメージとしては、よくあるこのハーフジップのね、トップスの感じをイメージして、それをカーディガンに落とし込んだ感じで、すごくこの大きめの襟がね、すごくこの辺を、ボリュームを持たせてくれるので、首も細く見せてくれるし、顔もちょっと小顔に見せてくれて、すごく合わせやすく着やすいトップスになってます。で、着丈42センチでこんな感じの、ちょっとクロップド丈というか、短丈ですね。今流行りのボリュームのボトムに合わせるのにすごくいいバランス感じゃないかなと思っております。42センチあるので短すぎず長すぎずって感じの丈感じゃないかなと思っております。はい。こんな感じ。いかがでしょうか。でね、ポイントとしてはね、私的にはこの着方が一押しかな。ボタン3個止めて、一番下ちょっと外して、抜けを出す感じが一番おすすめなんですけど、ちょっと寒い日とか、ちょっと気温が低い日とか、こんな感じでちょっと襟をね、くしゃくしゃっとして、こんな感じで着てみたり。ほら、これもかわいい。こんな感じで、襟くしゃくしゃっとして、こうやって着てみたりするのもかわいいですし、前をね、全開けしてきてもすごく可愛いんですよ。ナチュラルというか、なんていうんだろうな、ちょっとゆるっとした感じが出て、この大きめのやっぱ襟がアクセントになるんで、可愛いです。結構ね、今から作って、もう、4、5月ぐらいまで着れそうな感じです。コットンの糸なので、結構涼しげで。で、今だったらちょっとこういう感じでリブニットとか、インナーに入れつつ、ちょっと暖かくなってきたら、カットソーに変え、で、もっと暖かくなったらノースリーブに変え、みたいな感じで、これとりあえずパッと羽織っていこうかな、みたいな感じで、いかがでしょうか。かわいいですね。それで、オンラインストアでキットを販売するんですが、カラバリです。かわいい。これカシス。キーティのコードのカシスボルドーと、オレンジレッドっていう小鳥さんの色とブラックのラメを混ぜました。こんな感じ。めちゃめちゃ可愛い、この色と思って。で、これがキーティのカーキと沢田さんの小鳥のオフとグリージュっていう色のラメを。これシックでね、ほんととにかくめちゃめちゃ万能に使えそうな色。っていうこの3色展開でキット販売しようと思っております。
こちらめっちゃ可愛くないですか、これ。これ、ボトルバッグ、ペットボトルとか、こういう風なタンブラーとかを入れて運べるよ。とにかくこれがね、この色めっちゃめちゃ可愛いなと思って色組んで思って、なんか作りたいと思ってこれ作りました。めっちゃ可愛い。こちらもキットと、輪水などなどオンラインショップで販売します。こちらのデザインもこの3色で販売するんですけど、こちらは全部1玉ずつで作れるというモーターバッグ。ちょっとね、これベビーカーとかにピッてかけてタンブラー持ち歩こうかなって思ってます。こういうの1個あるとめちゃめちゃ便利。じゃーん。これはまた後ほど動画で紹介したいと思います。それでは編み始める前にですね、概要欄に糸の詳細道具に使った、あと先ほど説明したキットをオンラインストアで販売するので、そちらの URL などなど記載しているので、ぜひ見てみてください。で、あとはですね、あとはチャプター。目次代わりのチャプターも記載してます。あとちょっとね、注意事項とか書いてあるので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。それでは、早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティーキーティーキーティーのコードのオリーブ。で、リンヌンラタのブラウン。そして小鳥の、レモン。この小鳥は沢田イットさんの糸です。こちらのレモン。この3色の糸を1本ずつ引き揃えて編んでいきます。で、使用するかぎ針はこちらの9号針でリブの部分。10号針で、本体、身ごろの部分ですね。編んでいきます。それではこんな風にですね、3本の3種類の糸を1本ずつ合わせて落ちます。で、こんな風にして編んで、これを、編んでいく感じになります。それではこちらが編み図になります。こちらの、右前身ごろを編んでいきます。図案では左側にあるのですが、こちらが体の右側に来るので、右前身ごろと呼びます。で、右前身ごろを、編み方を説明して、左だったり、後ろ身ごろは水を見ながら編んでいっていただけたらと思います。それではですね、まずはこのリブの部分を編んでいきます。リブの部分は鎖編み13目で作り目をして、1段目は細編み。で、2段目以降は細編みの筋編みをして31段編んでいきます。で、この書いてる通り9号針を使って編んでいきます。それでは作り目からしていきます。糸の下に針を当ててくるっと回して糸をかけて引き抜く。ここからまずは作り目を1、2、3、4、5、6と13目編んでいきます。それでは1段目ですね。1段目はこの作り目を拾って細編みを編んでいきます。立ち上がり、鎖編み1目を編む。で、作り目の13目目、鎖1本と裏山をこんな風に拾って、細編み。2目目にも細編み。3目目も細編み。全部の目に細編みをして、細編みを13目編んでいきます。1段目細編み13目編めました。それでは2段目ですね。2段目もまずは立ち上がり鎖編みを1目です。そしたらこのくるっと左側に回して細編みを編んでいくんですが、通常細編みはこの頭の鎖をこんな風に全部拾うのですが、筋編みなので向こう側1本のみの細編みの頭の鎖を拾って手前のこの1本を残します。
で、こうやって編むことによって、生地に伸縮性が生まれ、リブのような縦うねが生まれるので、リブとして使えるという仕組みになっております。で、これ3本取りにしてるので、間違って2本とか1本とか拾わないように、慣れてきたら結構スイスイと編めていくとは思うのですが、ちょっと最初気をつけながら、しっかり3本拾えてることを確認しながら細編みを編んでいきます。2段目編めました。で、もう同じように3段目も編んでいきます。立ち上がり鎖1目で向こう側1本を拾って細編み。同じですね。2段目も3段目も4段目も前段の鎖編みの向こう側の1本のみを拾って細編みを編んでいきます。こんな感じで3段目も編めました。そしたら今の編み方を繰り返して31段編んでいきます。全部で31段編み終わりました。それではですね、次はこちら1段目を編みます。1段目は細編みを35目編みます。なのでこのリブの部分のこちらの側を拾います。で、1目に対してだいたい1目を編み入れていくんですが、途中で1段に対して2目編む場所を1、2、3、4箇所入れて、35目編んでいくという感じになります。それでは1段目、身ごろ1段目編んでいきます。で、針は10号針に変えます。立ち上がり鎖1目を編みます。そして細編みを編んでいく。1段につき1目。で、ところどころ1段に対して2目編んで、こんな風に増やし目をする感じですね。で、35目編んでいきます。35目編み終わりました。それでは2段目から模様を編んでいきます。で、模様は3段で1模様です。で、この、2段目、3段目はこの長編み2目、鎖編み長編み2目で前段3目飛ばして長編み2目、鎖編み長編み2目と編みます。で、その次の段も同じように編みます。この間の鎖編みを側で拾って長編み長編み鎖編み長編み長編みでまた鎖を側ですくって長編み長編み鎖長編み長編みで、その次の段を編むときに鎖2目で長編み長編み鎖長編み長編みで鎖2目編んだら、ここ細編み結構ビヨーンって大きいと思うんですけど、これはこのシェルとシェルの間をぐるっとギュッとして細編みを編むよっていう印になっています。なのでこの段とこの段を編んで3段目でひとまとめにして、なんかちょっとこう丸い雰囲気の模様を作るというような図案になっております。まずは2段目から編んでいきます。それでは2段目を編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目で表に返して長編みを2目編みます。そして1、2、3目飛ばしたら4目目に長編みをまずは2目編みます。で、鎖1目。そして隣の目に長編み2目。この模様を繰り返していきます。1、2、3目飛ばして次の目に長編み長編み。
そして鎖編み1目、隣の目に長編み長編み。これを繰り返して編んでいきます。ここまで編みました。そうしたらですね、最後は1目目に長編みを3目編みます。はい、これで2段目編めました。それでは次3段目ですね。3段目も2段目と同じように編んでいきます。で、違うところは、先ほどはこの細編みに長編みを編んでいったのですが、次はこの間の鎖を即ですくって編んでいきます。次3段目、立ち上がり鎖編み3目。で、前段の長編みの頭に長編みを2目。で、シェル編みをこの間の鎖、ここに針を入れて、長編み2目で鎖1目でまた長編み2目。基本的にはもう3段目以降は前段の長編みを拾ってこのシェル編みを編みます。で次の鎖編み即ですくって長編み長編み。3段目もここまで編みました。そしたら前段の鎖3目の3目目に針を入れて長編みを3目編みます。はい、これで3段目編めました。3段目編み終わったので次4段目編んでいきます。4段目でこの細編みを編みます。立ち上がり鎖は3目で長編み2目。そしたら鎖2目を編んで細編みで2段目3段目も一緒に編みます。で2目編んだらこの鎖即ですくって長編み長編み鎖編み長編み長編みで鎖2目編んだら細編みという風に編んでいきます。それでは4段目立ち上がり鎖編み3目でくるっと返して長編み2目で鎖編みを2目編んだらここですね、この前段の前段のシェルとシェルの間前段にここにスポッと針を入れて編みくるみます。ここの2本針に糸をかけて引き出して細編みを編む。こういう風になります。次の柄編みます。鎖編み2目で長編み長編みで鎖1目そしてまた長編み2目そして鎖2目編んでここですね、ここをそっくりそのまま編みくるみます。そうするとこういう丸い模様ができていきます。
これで4段目が編めました。そしたら前身ごろ、後ろ身ごろはこの模様をどんどん繰り返していきます。で、アームホールだったりとか、肩の部分、襟ぐりっていうところは編み図を見ながら、減らし目をしたり、傾斜をつけていったりします。そしたらこちらが編み図になります。今ここまで編んでる状態で、模様がこんな風に繰り返していきます。で、こっちアームホールは、ちょっとこう減らし目をして、こう、なんていうんですかね、肩の方につながっていく感じ。で、前中心は直線で、襟ぐりがこんな風になっていきます。こちらが右前身ごろで、左前身ごろですね。そして後ろ身ごろという感じになります。それでは前身ごろ、右左と後ろ身ごろ編んでいきたいと思います。編み上がりました。前身ごろですね。前身ごろが右と左。そして後ろ身ごろもこんな感じで編み上がってます。ちょっとね、リブの部分がギュッと入って、この幾何学模様が規則的に並ぶ感じがすごく可愛いです。ちょっと手書きですが、寸法を測って書きました。清書は編み図にちゃんとデータとして記載します。今こんな感じです。前身ごろ、後ろ身ごろ、リブ目13目で、作り目をして全部で31段、これが20センチですね。高さ9センチほどになります。でこれを2枚です。でこの1枚を拾って35目拾って編んでいきます。でそうですね、着丈ここからここまでが33センチで、肩傾斜3センチ、アームホール22センチ、脇8センチで、前立の高さが25センチですね。25センチプラス、で、前下がりが8センチって感じになってます。なので、着丈は33足す9センチですね。なので、着丈は一応42センチに今、なってます。っていう感じですかね。で、後ろ身ごろも、ここが、62段で70目拾って編んでいくという感じになっております。で編み図にちょっとところどころちょっと欠けてたりするところがあったので修正しました。ちょっとこの辺の列の鎖目がなかったりだとか、あとここ糸を渡してここに糸をつけて21段目は編み始めていきます。という感じですかね。で後ろ身ごろもかけてるとこ出したり、段数ですね記載したりしました。ここまだかけてますね。ここまた追加しておきます。そしてこちら袖の編み図です。袖は全部長編みで編みます。で、リブは、身ごろと同じように編んでいきます。袖口だけちょっと幅広くして、鎖15目で作り目をします。で、32段編みます。で、袖は1段目は32段拾います。増減なしで、そのまま1段につき1段拾っていきます。で、増やし目をしながらずっと23段目まで編み、24段目以降減らし目をして袖山を作っていくという感じになっております。で、身ごろと同じようにリブが9号、袖が10号針で編みます。で、編んだ袖がこちらです。こんな風に編めてます。結構ザクザクっと編むのでちょっとメッシュっぽい雰囲気になるのと、あとすっごいやっぱ長編みオンリーでシンプルな編み地なので、この引き揃えがすごく引き立つというか、ちょっとところどころムラっぽく見えたりして、すごくこのナチュラルかつ糸のソリッドな感じがすごく素敵な編み地になりました。で、それを2枚ですね編んでいます。袖の寸法がこちらです。15目の作り目で11センチ
で、32段編んで21センチがリップです。で、32目拾ったところが23センチですね。で、そこからどんどん編み進めていって、ここが34センチ。で、袖山が11センチ。で、袖幅39センチ。で、袖の長さが総丈で56センチとなっております。それでは、すべての板始末が終わりました。で、わかるように、この編み始めの糸だけ残してます。編み始めの糸が左手に来る方が表。こちらも左手に来る方が表という感じになってます。で、次はこの肩を剥ぎ合わせていきます。後ろ身ごろが今表。で、前身ごろも今表なので、中表。表と表が表表で裏裏という風に合わせます。こんな感じで肩を剥ぎ合わせていきます。そしたら引き抜き編みで剥ぎ合わせていこうと思いまして、糸は別にここ裏側で見えないので、ラメの糸なくていいかなと思っていて、このコードと小鳥の2本で、引き抜き編みで留めていこうと思います。はい、糸をつけて引き抜き編みで閉じていきます。で、この時にポイントなんですけど、あんまりゴロッと拾うとかなりこう縫い代がゴロゴロしちゃうので、こんな風にいっぱい拾うとゴロゴロしちゃうので、なるべく1本ずつこんな風に、1本って言っても3本取り編んでるので、その3本をまとめたいと1本という風に今言ってます。で、こんな風に引き抜き編みをしていきながら閉じていきます。で、あんまり引き抜き編みをギチギチに編むと肩がギューッとちっちゃくなっちゃうので、その幅のサイズに合った大きさで引き抜き編みをしていきます。こんな感じで肩剥ぎ終わりました。表から見るとこんな感じです。両肩剥げました。こんな感じですね。そしたら次は袖をつけていきます。そしたらですね、袖も中表に編ませます。今身ごろここ肩剥いだ場所で、後ろと前という状態になって、肩が剥ぎ終わったら次は袖をつけていきます。今この身ごろは表側に表を上にして開いた状態です。で、肩も中表にしてつけていきます。左手側に糸がある方が表なので、くるっと返してつけていきます。で、まずは待ち針で位置を固定していきます。
身ごろと袖をこんな風にして合わせていって、待ち針で留めます。で、剥ぎ合わせながらこの待ち針は外していきます。そしたら袖も肩と同じように、引き抜き編みで留めていきます。袖剥ぎ終わりました。そしたら今度はこのように開きまして、袖下と脇を同じように引き抜き編みで閉じていきます。で、剥ぎ終わりました。こんな感じで身ごろは一旦完成という感じですかね。それでは次は襟を編んでいきます。襟は、袖口だったり裾だったりと同じ編み方のリブを編んでいきます。で、ここですね、減らし目をしています。この奇数段で1、2、3、4、5、6、7回減らし目をして、ちょっとこうグッと細くなるようにしています。で、そこからまた今度は47段目から7回今度増やし目をして増やしています。で、全部で64段編みます。こんな感じで襟のリブが編み終わりました。寸法は横幅が40で中心の高さが16で前中心の高さが23センチになってます。では次にですね、襟ぐりをぐるっと一周細編みで編みたいと思います。今回結構太めの針でゆるゆるっと編んでいるので、ちょっとこう襟ぐりが伸びそうだったので、ぐるっとちょっと細編みで伸び止めの意味も兼ねて一周編んでいきたいと思います。で、前身ごろで、15目ですね。1、2、3、4、5、6、15目拾います。で、後ろ身ごろで、2、3、4、5、6、7、8、9、23目拾います。で、ここですね。ここ2目一度入れてます。ここでちょっとキュッと引き締める感じにしたいと思います。ほんと普通に、そうですね、細編みを編んでいきます。前身ごろの前端に糸をつけて、立ち上がり鎖1目で細編み。で、この時にこの糸を渡した糸とかは全部編みくるんでいきます。こんな感じ前身ごろ編んだところです。そしたら後ろも同様に編んでいきます。
そして、ここから2目一度をします。2目一度は、この長編みの頭に1回、2回針を入れて一気に引き抜きます。これで2目一度。で、細編み1目編んだらまた2目一度。こんな風に編んでいきます。えりぐりぐるっと細編みが終わりました。それでは次はこの襟をつけていきます。で、襟はですね、外側に表を出して引き抜き編みで閉じていきます。なので、裏と裏を合わせます。で、表と表。で、表側を、引き抜き編みをしていきます。というのも襟なので、こうやって襟は返るので、ここに見えないように、特にこの前縦の着た時に開いた時にここに引き抜き編みが出ないようにしようかなと思います。こんな感じで均等に襟ぐりに襟をつけました。そしたらこれ切らずにこう襟ぐりを編んだ糸を切らずに取っておきました。もう切っちゃった方は全然糸をつけて編み始めていっていただいたら全然大丈夫です。で、ここから、引き抜き編みで閉じていきます。立ち上がり鎖編みをして、引き抜き編み。こんな感じで襟ぐりを閉じていきます。襟をつけていくと言った方が正しいですかね。襟をつけていきたいと思います。襟がつきました。こんな感じで綺麗につきました。これをこんな風に返すと、こっち今身ごろの裏側ですね。で、これ襟の表側という風になります。そうするとこんな感じに襟がついて、袖がついて、ほぼほぼ完成です。最後に前立てを作ってボタンをつける感じになります。それでは前立てを編んでいきます。こちら、左前ですね。左前にボタンがついて、右前にボタンホールが開きます。で、ボタンホールは途中で鎖編みで1目飛ばしながら編むことによってちっちゃい穴を開けてそこにボタンを通すようにします。で、前立ての編み方なんですけど、こんな感じで筋編みで。で、ここの筋編みは表を編む時も裏を編む時も一方向というか、鎖編みの目がこういう風にあったらもうどっちを編む時もこっち側を拾って編んだんですが、こちらは全部の段の筋が表に出るようにしたいので、表から見る時は向こう側をすくって、裏から編む時は裏を見ながら編んでるので、手前側のここですね、この細編みの鎖があるとしたら手前側をすくって筋を編んでいくという風にして編んでいきます。こちら側が、これが前立ての編み図です。全部でですね、82目拾います。前立てが全部で82目を4段ですね。
で、1段目はコマ編みで拾って、2、3、4と筋編み。で、この2段目ですね。2段目でこんな風に間に鎖編み1目を入れて、ボタンホールを開けていきます。で、襟の部分が、9目ごとにボタンがついて、前立ての部分が10目ごとにボタンがつきます。で、全部でボタンは8個ですね。1、2、3、4、5、6、7、8個つきます。それでは前立て編んでいきます。で、ここの部分は1目に対して1目編んで、ここの模様編みの部分は39目拾います。まず一番右端に糸をつけて立ち上がり鎖1目で1目に対して1目編んでいきます。で、前立て9号針で編んでいきます。そしたらですね、位置が均等になるように、10目、10目、10目、9目、1、2、39目のところにこんな風に印をつけてます。こうすると、ちゃんと均等にコマ編めていくのでおすすめです。前立ての1段目が編めました。全部で82目編んでいます。それでは次はボタンホールを開けながら、編んでいきます。立ち上がり鎖1目、コマ編み3目編んだら鎖1目で、ボタンホールを開ける。で、次が1、2、3、4、5、6、7、8、コマ編みの筋編みで鎖1目と編んでいって、ここから襟までは間8目で、襟以降は間9目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9目という風に編んでいきます。それでは2段目編んでいきます。立ち上がり鎖1目で、今裏を見ながら編んでいきます。なので筋編みを表に筋を出したいので、手前側の1本を拾ってコマ編み、手前側の1本拾ってコマ編み、手前側の1本拾ってコマ編み。こうするとここに筋が出ます。で、鎖1目編んだら1目飛ばしてまた筋編みで、ここ8目ですね。で、ここにボタンが通るというような感じです。こんな感じで図案通りに編んでいきます。で、この次の段編むときはここの鎖編みは即ですくいます。前立て編み終わりました。それでは最後にボタンをつけていきます。ボタンは 18mm のボタンが8個です。それではボタンをつけていきます。ボタンをつける位置に印をつけました。
んな感じでボタンをつけていきます。ボタンが全部つきました。こんな感じでですね、ボタンを開け閉めしたりして、ボタンを開けてこんな風に返してきてあげたら襟にもなるしというようなデザインです。それでは最後にネームをつけます。後ろ中心の内側です。ネームつきました。それでは重さです。重さが 612g で、キーティのコードが、9玉で、沢田イットさんの小鳥が6玉で、キーティのリンヌンラタラメの糸が3玉で完成します。サイズを測ります。バストが50センチで、着丈が42センチ。あとは袖丈が58センチで、肩幅が42センチで仕上がってます。いかがだったでしょうか。ハイネックのカーディガン。この3種類の糸の引き揃えがね、めちゃめちゃ可愛く、編み応えもあり、そして簡単で、ね、いいこと尽くしのカーディガンでございます。ぜひぜひ編んで、この春夏にね、ぜひ活用していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。